今日は米粉スコーンを作りました。こんにちは。お気楽カフェキッチンのなおです。このチャンネルでは米粉のお料理やスイーツ、カフェメニューや健康美に寄せたレシピ、そして役立つ情報を発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録してタクカフェを楽しんでみてください。ということで今回は乳製品不使用の米粉スコーンを作っていきます。この動画を見ていただくことで簡単に米粉スコーンを作ることができますので、ぜひ最後まで楽しんでみていってください。それではクッキングスタート。では材料の紹介をしていきます。まずこちら卵 M サイズ1つ、そして米油 30g、 そしてこちら豆乳ですね大さじ2、そしてこちらお砂糖、今回も無漂白の白い天才糖を使っています。どんなお砂糖でも構いません。 30g です。そして米粉 150g、 そしてベーキングパウダーこれ 4g です。そしてお塩1つまみ使います。材料は以上になります。ではお料理の方開始していきます。はい。では早速作っていくんですが、今回も本当に材料を混ぜて、そして生地を寝かせるということもなく、すぐに焼いていくので、オーブンの方を予熱先にやっていきます。オーブンは200度に設定して予熱を開始していきます。はい。では調理の方開始していきます。まず卵ですね。これを割りほぐしていきます。はい、しっかりね割りほぐして、そしてここに米油を入れて乳化するようにしっかり混ぜていきます。はい、では米油入れます。もう一気にね入れてしまって大丈夫です。なんか今回もスコーンを作るにあたっていろいろ試作してみたんですけど、今回はこの豆乳を入れるか入れないかっていうので、生地の仕上がりがかなり左右されるということになりました。はい、ではここに豆乳入れていきます。で最初ね豆乳入れないで、作ったりとかもしたんですけど、スコーン特有の外カリ中しっとりっていう感じにはならなくって、油だけだと外ガリ中サクサクみたいな、全部サクサクっていう感じに仕上がったので豆乳を入れて作りました。ではしっかり混ざったらここにお砂糖を入れてさらに混ぜていきます。はい、お砂糖もしっかりと混ざったらここに粉類を入れていきます。あっという間。まず米粉ですね。150g 入れて、そしてベーキングパウダー。これがね、1袋で 4g 入っています。米粉 100g につき、ベーキングパウダー 4g っていうのがちょうどいい量なので、4g で個包装されているのがとても使いやすいですね。で、150g 使ってるんですけど、4g でも十分大丈夫です。で、塩1つまみ入れて、あとは最初ゴムベラで優しく優しく混ぜて、まとまりが出てくるまで混ぜていきます。で今回もねお使いの粉によってもちろん水分吸収率って本当に全然違うんですよね。なのでもしパサパサっていう場合はもう少し豆乳を増やしてもらったらいいかなという感じです。逆にちょっとべちゃべちゃするわっていう場合は米粉を増やすか、最初の豆乳大さじ2入れているのを、大さじ1にして調整してみるとか、多少の調整はもしかしたら必要になってくるかもしれないです。はい、こんな感じでまとまってきたら、あとはちょっと手でね混ぜて、それから形を整えてカットしていきます。手でねしっかり混ぜてしまって、でもちろん今回米油にしてるんですけど、バターの香ばしさが欲しいっていう方はバターに変えてもらっても大丈夫です。はい、まとまりましたんで形整えていきます。すっごいいい手触りなんです。これ気持ちいい。ではこのオーブンペーパーの上に形もどんな形でもいいです。もう私はスケッパーとかでねカットをしてるんですけど、厚さはだいたい2センチ厚さぐらい、もうちょっと薄くしてもらっても大丈夫です。1.5 から2センチぐらいの厚みでカットしていきます。で形も半分に切って、だいたい6等分に6等分でも8等分でも大丈夫なんですけど、結構膨らむので、はい、6等分にして、でまず私の大好きな断面チェックが入ります。予熱が終わってしまいました。わかりますか？この断面、美しい、たまらんです。断面も確認できて、そして予熱も完了したので早速焼いていきます。
はい。そしたらオーブン皿に乗せて200度のオーブンでだいたい15分から20分ぐらい焼いていきます。お使いのオーブンによってね、多少焼き加減とかが変わってくるかと思うんで、私はだいたい15分ぐらい焼いて様子見て、もうちょっと焦げ目欲しいなっていう場合はもうあと2分ぐらい追加します。では、スタートしていきます。焼き上がりをお楽しみに。はい、あともうちょっとで焼き上がります。3、2、1、ピーオープン。はーい、いい香り。焼き上がりました。この断面、最高で最強。そしたら、粗熱が取れて冷めたら実食していきたいと思います。はい、ということで、米粉スコーンの完成です。では、米粉のスコーン実食していきたいと思います。で、今回はじゃじゃーん、ちょっといちごのジャムを作ったやつをかけて食べてみたいと思うんですが、まずは普通に食べていきます。こんな感じ、断面もしっかり焼き上がって、私の好きな断面が綺麗に焼けてます。じゃあいただきます。いい感じに中しっとりしてる。わかりますかね。外は結構しっかり焼き上がってて、中ふわふわとした感じです。いただきます。外サクサクで中ふわっとしてるけどあっさり。でもお米の甘みが口の中に飲み込んだ後も残っててすごい美味しい。ちょっとジャムつけてみよう。こんな感じです。最高。ジャムかけてもめっちゃ美味しいです。だから他のメープルシロップとかも絶対合う。わーすごい。ぜひぜひ食べてほしいです。はい、ということで今回の米粉スコーンのポイントなんですが、米粉の種類によっては本当に水分吸収率とかも変わってくるから生地の状態を見て、少し豆乳増やした方がいいかなっていう場合は少し増やしてもらって、ちょっと減らした方がいいかなっていう場合は減らしてもらってっていう微調整は必要になってくるかなっていうことと、あとは甘さは本当にお好みで変えてもらっても大丈夫です。少し控えめにして、さっきみたいにジャムとかメープルシロップとかをかけて食べても美味しく召し上がれるかと思います。いろんなアレンジをして試してみてください。はい、ということで今回は米粉スコーンを作りました。このチャンネルでは他にもたくさん動画を配信しています。ぜひチャンネル登録してタクカフェを楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram で日々の活動などいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンの方もお願いいたします。それでは今日はこの辺で終わりです。次回の動画もお楽しみに。ではまたねー。バイバーイ。